自動車メーカーを転職して大手一金属メーカーでデータ解析をしながら趣味で動画を作っているバレーボール大好きアラフォーの私、京介がお送りいたします。今回ご紹介するのは、リクルートで組織人事コンサルタントとして数多くの組織改革に携わり、現在では人の気持ちや心の動きを重視した心理面から経営をアプローチする株式会社モチベーションジャパンという会社で代表取締役社長を務めている松岡康正さんが執筆したこうして社員はやる気を失っていくです。共感の声が続出し、売上10万部を突破した人気の本となっております。リーダー経験のある方、こんなことを考えたことありませんか？もっとやる気を出してくれたら助かるのに、なんでこっちがこんな頑張ってるのに動かないの？どう伝えたら部下たちは動くんだろう？多くのリーダーたちはこういう悩みを抱えているのではないでしょうか。でも、ここで大事なポイントなんですが、やる気がないイコール本人の問題って思ってませんか？こう考えるとちょっと危険かもしれませんよ。やる気というのはマネジメントの仕方に大きく左右されるんです。つまり、やる気を引き出すか奪ってしまうかはリーダーや組織のあり方次第なんですよ。そして多くのリーダーは専門職からいきなりマネジメントを任されてしまうので、勘と経験だけで人を動かそうとしちゃうんですよね。少し前なら俺のやってることを見て学べというやり方も良かったのかもしれませんが、残念ながら今時の若手社員はこれじゃついてこないんですよね。なのでちゃんと手法を学ばないといけない時代になってしまったんです。実は部下のやる気を下げる行動には共通点があるんですよね。まずはそれを知って改善策を実行することが大切なんですよ。それだけで部下の態度はガラッと変わるはずです。この本にはそのポイントがぎっしり詰まっています。部下のやる気がないの裏にある本当の原因と改善策、知りたくないですか？今回はその重要なポイントを分かりやすく説明していきたいと思います。本の目次はこちらのようになってるんですね。今回の動画は第2章を中心に説明していきたいと思います。ストーリー形式で説明していきたいと思いますので、登場人物をもう一人紹介したいと思います。最近リーダーになって部下のマネジメントに苦しんでいる浩平さんです。本日はよろしくお願いいたします。本日はよろしくお願いいたします。今回の動画がためになったという方は、いいねボタンとチャンネル登録をしていただけるととっても嬉しいです。それではストーリーをご覧ください。いやー、部下のやる気が全然感じられなくて、正直ちょっと焦ってるんですよね。そうなんですね。実はちょっと言いにくいんですけどね、社員がやる気をなくすときって上司が無意識にやってることが影響しちゃってることが多いんですよ。無意識にですか？はい。社員がやる気を失っていく上司に共通する中の問題を並べてみました。この中でちょっと自分でもやっちゃってるかもと思うものありますか？特に、丸一の目を見て話さない。丸五の話を聞かずに結論を出す。そして、丸十の部下の性質度に合わせたリーダーシップが発揮できてないの思い当たる節がありますね。なるほど。それでは今回はこの3つを詳しく説明していきますね。最近部長に部下との会話中目を見て話してないことあるけど大丈夫って言われまして、最初はピンとこなかったんですけど、確かにパソコンを触りながら返事してることあるなって気づいたんです。それ実はすごくよくあるんですよ。目を見ないで話すって自分では無意識でも相手はちゃんと話を聞いてくれてないって思っちゃうんですよね。でも正直忙しいとつい手が止められなくて。その気持ちすごくよくわかります。でもですね、相手の目を見ないで作業をしながら話を聞いてると、君の話より今の作業が大事と受け取られてしまうリスクがあるんですよ。特に部下は日々のやりとりから大事にされているかどうかを敏感に感じ取ってるんです。そう言われるとちょっとドキッとしますね。実際、相手を立たせたまま話すとか、片手間に返事するってだけでも、モチベーション下がるなって思われるきっかけになってしまうんですよ。そんなモチベーションの状態では、当然信頼関係も崩れてきますし、そんな信頼関係の上司から依頼される仕事をやりたいとは思いませんよね。確かに、こういう何気ない行動でも信頼関係が崩れないように気をつけないといけませんね。その通りです。南山大学名誉教授の津村利光先生は、人間関係を見る視点を氷山に例えて、見えている課題ややりとりだけではなく、水面下のどう話しているか、どう感情が動いているかといったプロセスが重要だと説かれているんですよ。つまり、話の内容そのものよりも、どんな姿勢で、どんな空気で会話しているかが信頼を作る鍵なんです。なるほど。
部下の話す内容だけ聞けばいいやと思ってしまうと、氷山の見えてる部分しか考えていないことになるので、信頼関係は築けないってことですね。そうなんです。そして、その信頼づくりに欠かせないのが傾聴スキルなんです。ざっくりと5つのポイントをさらっと説明していきますね。まず1つ目は話を聞く姿勢です。視線やうなずき、声のトーンなどを通じてちゃんと聞いてますよっていう安心感を与えるんですよ。2つ目は共感的理解です。相手の体験を自分のことのように感じて寄り添う姿勢が大切なんですね。3つ目は無条件の需要です。評価せずに、まずはそのまま受け止める。これがあるからこそ人は心を開くんですよ。4つ目は理解のフィードバックです。ただうなずくだけじゃなくて、こういうことを伝えたいのかなと自分の言葉で理解を返すことが大切なんですね。そして5つ目が質問の仕方です。最初は、はい、いいえで答えられるクローズド質問に入ってから、徐々にどう考えているといったオープン質問につなげると、深い本音を引き出しやすくなります。なるほど。こうやって見てみると、意識できてなかった項目が多いですね。誰でも最初はそうなんです。でも、ちょっとした意識で部下との信頼関係は本当に変わりますよ。まずは目を見てしっかり話を聞くことからぜひ始めてみてください。正直に言うとですね、忙しい時って、つい部下の話を最後まで聞かずに、つまりこういうことだろうって結論を言ってしまうことがあるんですよ。この前も部下がクレーム対応でちょっとミスしてしまったかもしれませんって言ってきたんですけど、反射的に、おい、またやったのかって言ってしまって。でも後から詳しく聞いたら、実はタブモンとの連携不足が原因だったんです。本人かなりショックを受けてましたね。そういうことありますよね。仕事では時間がないですし、過去の経験から多分こうだろうなと思ってしまうと、つい先に行ってしまいがちなんですよね。そうなんです。でも最近、それが逆効果になってるんじゃないかって思い始めてて、部下の表情とか反応が微妙というか。鋭いですね。その違和感大事なサインかもしれません。というのも、相手が話している途中で結論を出すと、自分の話は最後まで聞く気がないんだな、もう決めつけられてるんだなって感じてしまうことがあるんですよ。やっぱりそう見られますかね。はい。特に職場では、まだ話している途中で頭ごなしに判断されたり、それってこういうことだろうといった憶測の意見だけで対応されたりすると、部下はモチベーションを失ってしまうんです。うわぁ、思い当たる節だ。実は話を聞かずに結論を出すって、無意識のうちに相手を尊重していない姿勢になってしまってるんですよね。人間関係でやっぱり相手を尊重することが土台になるじゃないですか。はい、先ほどの氷山の話ですよね。そこは本当に意識しなきゃいけませんね。なので結論を急ぐ前にまず事実をしっかり確認することが大切なんですね。憶測や伝聞だけじゃなくて本人や関係者から実際どうだったのか、どういう背景があったかっていうプロセスをちゃんと聞いて、その上で対話するんですね。なるほど。そこで傾聴の出番ですね。そうです。そして相手と自分、どちらも大切にするコミュニケーションをするために役立つのがアサーションなんですよ。アサーション。なんとなく聞いたことはありますが、どんなものなんでしょうか。アサーションというのはもともと対人関係に悩んでいる人や自己表現ができずに社会的な活動を苦手とする人のための行動療法として1950年にアメリカで開発されたものなんですね。それが次第に広まっていって現在ではコミュニケーションスキル向上のために多くの企業や学校でも研修が行われているんですよ。なるほど、そうなんですね。それで今回役立ちそうなものはありますか？はい。アサーションの中でも相手に伝えたいことを整理して伝える技法としてデスク法があるんですね。これがまた実践しやすいんですよ。順番としてはこのようになっています。描写、まずは客観的な事実を伝える。説明、自分の感情や考えを正直に伝える。提案、相手に望む行動や改善策を具体的に示す。選択、選択肢やその結果を提示して相手に委ねるです。おお、これなら順序立てて伝えられそうですね。イメージ湧きやすいです。例えば今回の件にデスク法を当てはめるとこんな風に言えたかもしれません。クレーム対応でミスした原因は他部門との連携がうまくいってなかったって説明してくれたよね。きちんと報告してありがたかったし、自分の対応だけじゃなく周囲の状況まで冷静に見てるところ、すごく頼もしいと感じました。せっかく見えた改善点だから、どこにどういうズレがあったのか一緒に整理して共有できるといいなと思ったんだけど、今その話少し一緒にまとめてみる？もし時間がなければ午後でも構わないよ。
なるほどな。これならちゃんと相談してよかったな。この人頼りになるなって部下にも思ってもらえそうですね。頭ごなしに言うのとでは確かに印象も全然違いますね。そうなんです。どう伝えるかに気をつけていると、自然と話す内容そのものも変わってくるんですね。伝え方を意識することで、相手の受け止め方も変わり、信頼関係が築けるようになりますよ。確かに。デスク法、ぜひ試したいと思います。いやー、この前晴れてきた新入社員が辞めちゃいましてね。最近の若い子ってなんだか難しいなって思うんですよ。こっちをちゃんと見守ってたつもりだったんですよね。それは残念でしたね。でも、見守ってたつもりってすごく大事なキーワードかもしれません。ちなみに、どんな風に接してたんですか？できるだけ自分で考えさせるようにしてて、あまり細かくは言わなかったんです。自分もそうやって育てられたので、それが一番力がつくと思ってるんです。それに、ある程度のルールは資料にまとめてあるんです。それを見ればわかるようになってるので、まずはこれを読んでみてって伝えました。なるほど。ちゃんと準備もされてたんですね。でも実はそれって相手からすると任されたっていうより放っておかれたって感じやすい対応かもしれませんね。そうなんですか？はい。例えば、これ見ておいてねって言われたとしても、どこを見ればいいのかわからなかったり、質問していいか迷ったりすることってありますよね。ここは特に大事だから、わからないことがあったら遠慮なく聞いてって一言添えるだけでも、相手の感じ方は全然違います。さらに言うと、ちゃんと理解できているかどうかを定期的に確認することも大事なんですよ。自分からわからないって言える人ばかりじゃないですからね。なるほど。自分ではちゃんと伝えてるつもりだったんですけど、伝え方もその後のフォローも足りてなかったのかもしれません。そうなんです。実はこれ、部下の経験や自信に合わせて接し方を変えていこうという考え方があるんですよ。アメリカのハーシーさんとブランチャードさんという研究者が提唱したもので、SL 理論って呼ばれてるんです。SL 理論、初めて聞きました。これは状況に合わせたリーダーシップっていう意味で、部下の状態、つまりどれぐらいできるか、どれぐらい自信があるかによってリーダーの関わり方を変えた方がいいっていう考え方なんですよ。S1 教えるスタイル。新人にはやることを具体的に伝えてしっかり導く。迷わないように道筋を示す。S2 励ましながら教えるスタイル。少し慣れてきたらやる意味や考え方も説明しながら疑問にはしっかりと答えてあげる。S3 一緒に考えるスタイル。経験が増えてきたら一方的に指示するんじゃなくて一緒に方向性を決めていく。S4 任せるスタイル。しっかり自立している人には任せて見守る。必要な時だけサポートする。この SL 理論に当てはめずに一律の関わり方をしてしまうと、部下は放っておかれた、信用されてないと感じてしまって、モチベーションがどんどん下がってしまうんです。だからこそ、今この人には何が必要かって見極めがすごく大切なんですよね。なるほど。確かに自分のやり方は最初から任せるスタイルだったかもしれません。忙しさもあって、ついこれ見ておいてって済ませちゃった部分もありますし。その気持ちすごくよくわかります。でも、部下がまだ仕事に不安を感じている段階だと、そういう対応は冷たいとか見捨てられたって感じることもあるんですよ。確かに、今思えば最初からもっと丁寧に関わっていれば違った結果になってたかもしれません。そういえばもう一つ思い当たることがあって、前に中堅社員に任せようとしていた仕事がうまく進んでなさそうに思ったので、つい自分で口を出して仕切っちゃったことがあるんですよ。結局成果も自分の名前で報告しちゃって、今思えばその部下は S3 か S4 の段階だったのに、自分は S1 とか S2 みたいな振る舞いをしてしまったなってちょっと反省してます。うわぁ、それまさにあるあるですね。できるようになってきた部下に対しても、つい指示しすぎたり成果を持っていったりすると、自分でやる意味ないなとか、任されてないなってやる気を削ぐ原因になるんですよね。まさにそうでした。その仕事以来、その社員ともちょっと距離を感じてるんですよ。なるほど、そうなんですね。S3 や S4 の段階では、必要以上の指示は逆効果になりやすいです。部下のモチベーションを高めて前向きに仕事をしてもらうためにも、自分の振る舞いをその人のレベルに合わせて変えていくことがリーダーに求められてるんだなって改めて感じました。まさにそうです。関わり方一つでチームは大きく変わりますから、小さな一歩でも意識していけばきっと伝わりますよ。はい、今回の動画いかがでしたでしょうか。皆さんの周り、もしくは皆さんご自身がモチベーションをなくしている状態になっているかもしれません。リーダーの方はぜひ今回の動画を参考にしていただきご対応してもらいたいですし、皆さん自身が部下としてモチベーションが低下している場合は、
今回の動画から自分に対する上司の対応でどのような振る舞いが足りないかをぜひ分析していただき、上司の方とのワンオンワンなどで改善の提案をしてみるといいかもしれません。この行為自体が自らで考えて行動することにつながるので、そこからモチベーションも上がっていくことにつながりますし、それまで改善されてなかった上司の行動の変化にもつながるかもしれませんよ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。